こんにちは、アリスチャンネルです。今回は聖なるビジョン。著者はジェームズ・レッドフィールドさん。以前動画にした聖なる予言を書いた方ですね。この聖なるビジョンは聖なる予言のノンフィクション版もしくは続編というような扱いになっています。早速見ていきましょう。意味のある偶然の一致はいつ何時起こるかわからないものである。何事もなく一日が過ぎていくと思っていたら、何の前触れもなく奇妙な偶然の出来事が私たちの注意を引いたりするものだ。例えば何年も思い出したこともなかった古い友人のことをなんとなく考える。そんなことをすっかり忘れてしまった次の日、その友人とばったり出会うことがある。また、知り合いになりたいと思う人物を仕事中に見かけたが、その日のうちにまさにその人がレストランで自分のすぐ向こうの席に座っていたといったこともあるかもしれない。欲しいのにどうすれば手に入るかわからない情報が実にタイミングよく手に入ったり、昔の趣味や体験が実は新しい仕事に就くための準備であったことに突然気づくといったことも偶然の一致の一種である。その偶然の一致の内容が何であれ、それが単なる幸運や偶然のなす技であるはずがないと私たちは気づく。するとほんの一瞬ではあっても私たちは深い感動にとらわれる。こうした出来事はある意味で運命づけられており、私たちの人生をより活気のあるものにするためにちょうどその時に起こるようになっていたということをなんとなく感じるのである。スイスの心理学者カール・ユングはこの不思議な現象を定義した最初の思想家であった。彼はこれを共時性、別名でシンクロニシティ。この共時性を意味のある偶然の一致と呼んだ。ユングは共時性は宇宙の原理であり、人類の意識を大きく成長させるために働いている法則であると主張した。自分の人生を振り返ってみたとき、現在の仕事や配偶者、友人や信頼する仲間たちに出会うきっかけとなった不思議な出来事に共時性を感じない人はめったにいないだろう。しかし、今起こっている出来事の意味に気がつくのはとても難しいものだ。偶然の一致はここで挙げたいくつかの例のようにドラマチックなこともある。しかしまた非常に微妙で捉えにくく、単なる偶然に過ぎないと見過ごしてしまうようなこともとても多いのである。私たちが今すべきことは、人生を平凡で取るに足らないものだと考える習慣から脱却することである。ほとんどの人々は人生をエゴだけで追求するものとして教え込まれている。そして朝目が覚めると、その日一日を自分で完全にコントロールしなければならないと考えている。一日の計画を頭の中で作り上げ、脇目も振らずにそれを追いかけていく。しかし、不思議な出来事はいつでもどこにでも存在していて、私たちの生活の周辺で踊っていたり、新しい可能性を私たちに覗かせてくれたりする。私たちはもっと生活のペースを緩め、人生の見方を変える決心をしなければならない。そして、やってくるチャンスを捉えて行動する必要があるのだ。昔からの友人に出会ったり、その人のことを思い出したりするという共時性はとても単純である。思い出す場合だと、まずイメージが何の脈略もなく心にパッと浮かんでくるものである。あの人とこの前会ってからどれぐらい経ったかなと自分に問いかけてみることさえある。こうしたことが起こるのは早朝、眠りから目覚めつつある穏やかな時間であることが多い。残念ながら私たちはこうしたイメージをほんのしばらく心に留めておくだけで、その日の日常に立ち向かうや否や、すぐに忘れてしまいがちである。そのために大切なことを取り逃してしまうのだ。反対に、こうしたイメージに十分に注意を払うと、さらに意味のある偶然が起こり始めることがある。何か他のものを探していると、さっき心に浮かんだ相手にまつわるもの、思い出の写真や手紙などが見つかるかもしれない。そして、それと同じような状況が
再び自分の人生にやってこようとしていることに気がつくかもしれない。もちろん、それとは違った共時性もあり得るだろう。道を歩いていて、ふと向こうを見ると、まさにその当人が歩いてきたということもあるかもしれない。あるいは、偶然その相手から電話がかかってくるかもしれない。こうした共時性は必ず追跡して確かめるべきである。今すぐその友人と話をすることができないのであれば、ランチかお茶の約束をすることもできる。互いに伝え合わなければならない情報があるに違いないからだ。いずれにしろ大切なのは神秘を追求し、見えるものの向こうにあるものを探求することなのだ。時々誰かのことをふと思い出して自分からその人に電話をしてみたくなることもある。古い友人に電話しようと思って受話器を取ろうとした途端ベルが鳴ってその友人からの電話だったということはよくあることである。この場合にも大切なことは自分たちに起こっていることや現在の状況を話し合ってメッセージを探すことである。そうすれば偶然の一致が起こった理由がわかるかもしれない。もう一つの教示的な出来事に必要な情報がまさに必要な時に手に入るという体験がある。この体験は急激な期待の高まりによって始まることがある。仕事中や遊んでいる最中などどんな状況にいても何か重大なことが起こりそうに感じ始めるのだ。体が軽くなったように感じたり、周りのものがすべて光を増したように感じたりすることもある。何かが私たちに人生が大きな変化をし始めていると告げるのである。情報の届き方は常に神秘的である。普通は他の人間を通してその人の言葉や行動によって伝えられる。また本や雑誌、ニュースなどの形でやってくることもある。人生に送る様々な共時性の有効な使い方を学ぶために最も大切なことは常に注意を怠らず、また何が起こっているのか知るために必要な時間をかけるということである。そのためにはいわゆるゆったりとした時間を毎日の生活の中に作り出す必要がある。つまり何もせずにブラブラしていたり、テレビのチャンネルをあちこち変えてみたり、新聞をなんとなしにめくったり、周囲に注意しながら通りを歩いたり、といった時間が大切なのだ。もし友達のことが心に浮かんだら、尋ねてみるとよい。何が起こるか見てみるのだ。インターネットもこの点に関しては興味深い情報源と言える。しかし、誰でもどんなことでもインターネットにぶち込むことができるという事実を忘れてはならない。インターネットには内容に責任を持つ発行者も、情報の正確さをチェックする編集者もいないからである。この新しい霊的な気づきに沿って生き始めた人々にとって、最も大きな難問は懐疑的な人々との問題であろう。私たちが共時性の現実に心を開き、誰かに自分の体験を話すと、相手は否定的な態度をとって体験そのものを疑うということは誰もが体験している。この懐疑主義者は減少しつつあるとはいうものの、まだまだ古い物質主義的世界観にしがみついていて、神秘的な事柄に関する話は単なるおとぎ話であり、根拠のないものだと考える人々はたくさんいる。神秘的な話は自然界の現実的で合理的なものに関する彼らの常識的な思い込みに脅威を与えるのだ。私たちがよく出くわす懐疑主義者は2つのタイプに分かれている。一番の多数派は私たちの神秘的な体験について何一つ調べようともせずに懐疑的な立場を取る人たちである。彼らはそのような神秘的な体験を探求する時間も興味もないので、このテーマについて一番安全に思える立場、つまり全部デタラメだと決めつける立場を取る。このタイプの懐疑主義者は周りに疑い深い人間ばかりでいる中で生活し働いている。この人たちは新しく作られたものに批判的で、他人を支配する手段としてあざけりを利用する。
そうした環境にいると、ほとんどの人は争いを避けるために慣習に従った立場を取るようになってしまう。もう一つのタイプの懐疑主義者は、科学的物質主義に心から固執している人々である。これらの人々は神秘体験についてある程度研究するのだが、神秘体験の客観的証拠を要求しては物質主義の障壁に押し戻されてしまう。神秘体験は人間の歴史においてずっと同じ特徴を持ち続けていること、互いに無関係な人々が同じことを報告していること、統計によれば直感力や霊的能力はごく当たり前のものだといった議論には耳を傾けようともしないのだ。このような懐疑主義者に対していくつかの有効な対応の仕方があるのが分かってきている。まず、実はある程度の懐疑主義は大切であるということを忘れてはならない。時流に乗った考え方をそのまま信じるのは避けなければならない。そして、現実に関する仮説はどんなものであれ、批判的な目で見るべきなのだ。しかし、この原則と同じぐらい大切なのに忘れられがちなもう一つの原理がある。問題となっている現象を真面目に考えるだけの心の広さを保てというものである。大切な点は常に友好的に話し合ってお互いに妥協できる方向に話を持っていくということである。今、神秘的で霊的な体験をしている人々の大部分は以前極端な懐疑主義者であったと言っても間違いはないと思う。その意味では私たちは全員元懐疑主義者なのだ。そして人生の神秘的な側面に気づくプロセスは他の人との交流から始まることが多いということをもう一度思い出すことが大切だ。つまり人が霊的な体験を真面目に考えているのを見て私たちは自分でその問題を探ってみようと思い始めるのだ。偶然の一致に気づき、次に否定的な態度に陥ることなく、それについて率直に対話を始めることは、新しい霊的気づきを生きるための第一歩である。しかし、すぐにまた新たな疑問が湧き上がってくるだろう。意味のある偶然が私たちの人生に働きかけている霊的な力の証であるとすれば、なぜ私たちはこんなに長い間、こうした神秘的な出来事を無視してきたのだろうか。そしてなぜ私たちは今、この時期に教示性に気づき始めたのだろうか。今起こっている事態は長い歴史の中でどんな意味を持っているのだろうか。これらの疑問が私たちを次なるレベルの気づきへと誘っていく。今、教示性を日々の生活で認識することは、まさに何百年も続いてきた物質的世界観から集団的に目覚めることに他ならない。だからこそ、今、高度な科学技術に支えられた現代の生活を見直すには、私たちはこの世界を人間の心の問題という視点から明らかにする必要がある。中世の崩壊とともに、私たちは自分が誰であるか、存在の意味は何かについて確信を失ってしまった。そこで私たちは科学的調査法を発明し、この体系を使って自分の周りの状況を発見しようとした。しかし、科学は何千という部分に分裂していき、すぐにまとまった全体図を作り上げることはできなかった。それに対応して私たちは実際的な面に意識を向け、人生を経済的な側面のみに限定して、ついに物質的な事柄だけしか目に入らなくなってしまった。こうした狭い世界観の代償として人間の体験の幅は狭くなり、私たちの霊的な知覚能力は抑圧されてしまった。そして私たちはこの抑圧をやっと打ち破ろうとしているのである。私たちがすべきことは、こうした歴史をはっきりと認識することである。特にまだ大きな影響力を持つ物質主義が私たちを古い世界観に引き戻そうとするときには、この歴史を思い出すべきである。そして今、
自分が今どんな時代にいるのか、現代の真実とは何かを忘れずに、常にそれを生かしていかなければならない。私たちが旅の次のステップに進むのは、こうした生き生きとした感覚があって初めて可能なことだからだ。新しい物理学とヒンドゥー教や仏教、道教など東洋思想が描く現実は非常に似通っている。新しい物理学は物質と形の世界をあらゆるものを作り出しているエネルギーの量子の場として描いている。この世界の表面下には自然を作り出している基本的な個体は存在しない。あるのはただお互いに絡み合ったエネルギー同士の網だけなのだ。東洋の主な宗教哲学は本質的に同じ見方を持っている。しかし、客観的な実験に基づいてこの結論に達したのではない。彼らは何世紀もの間、注意深く自分自身の内面を見つめることによってここに到達したのである。この東洋の思想は、私たちが見ている宇宙は分割できない一つのものであり、一つの生命、霊的な力からなっていると考えている。それぞれの宗教は、より大きな宇宙とのつながりを得るための特別な方法を持っているが、どの宗教も人間は気と呼ばれる精神的なエネルギーと密接につながっている一方で、そのより高いレベルのものからは普段は切り離されていると言っている。こうして東洋哲学の様々な修行方法、瞑想やヨガなどは、このより高いレベルとのつながりを目覚めさせるために作られており、その素晴らしい効果の多くが文献に報告されている。また、人間の体を巡っているエネルギーは、体の周囲を取り囲んでいる光の場、つまりオーラという形で見ることができると言われている。このエネルギーは、時には一人一人の人間から発している色のついた光として認知されることも多い。この光の形や色は、その人の内面や性格を反映していると言われている。科学と神秘主義の双方が伸びているように、人間は本質的にはエネルギーの場である。しかし東洋では、私たちの普通のエネルギーレベルは、宇宙の絶対エネルギーとつながるまで非常に弱くて不活発であると言われている。このつながりができると、私たちの気が高まって不安を一掃してしまう。しかしそれまでは、私たちは他の人々から足りない分のエネルギーをもらおうとして動き回っているのである。では、二人の人間が出会ったとき、どんなことが実際に起こるか見てみよう。古いことわざに、注意の向くところにエネルギーが流れていくというものがある。このように、二人の人間がお互いに相手に注意を向けると、二人のエネルギーが混じり合って、エネルギーの溜まり場ができる。そしてすぐに問題が持ち上がる。どちらがこの溜まったエネルギーをコントロールするのか。相手に譲歩させ、自分の意見を押し付け、自分と同じ見方で物事を見るように強要して、その場を支配できれば、その人は二人分のエネルギーを自分のものにできるのだ。そして力が満ち溢れてくるのを感じる。しかし、この感覚は相手の犠牲の上に勝ち取ったものである。圧倒された方は足場を失った感覚や不安感、エネルギーの枯渇を感じるからである。私たちは誰であれ、こうした感覚を一度は体験したことがあるはずだ。どうしても相手に譲歩せざるを得なくなると、私たちは急に自信を失ったように感じる。そして相手からエネルギーを取り戻そうとするのだ。この心理的支配のプロセスはどこでも目にすることができる。そしてこれこそ個人や家族のレベルから国家のレベルに至るまで、人間社会のあらゆる非理性的な争いの真の原因なのだ。社会をよく見てみれば、それがエネルギーを奪い合う世界。人が人を巧妙なやり方で無意識に支配している世界が見えてくる。宇宙を新しい理解の下で見ると、人を支配するために使われる手段、つまり人々が演じるゲームの大部分は、私たちが持っている様々な思い込みが生み出したものである。
それらの思い込みが一人一人の思いの場を作るのだ。私たちはこのことをしっかりと心に刻み込んでおく必要がある。人は皆、思い込みや信念からなるエネルギーの場であり、それは外へと放射して世界に影響を与えている。この中には、その人が他人についてどう思っているか、会話を自分の思い通りにするにはどうすればいいか、といった考えも含まれる。すべての人はこの点で独自の思い込みと行動様式を持っている。それが私がコントロールドラマと呼んでいるものである。こうしたドラマは非常に受け身的なものから攻撃的なものまで様々なタイプに分けることができると思う。この本の中では4つのコントロールドラマを紹介しています。聖なる予言でも出てきましたが、犠牲者、傍観者、尋問者、脅迫者。もしご関心があれば聖なる予言も見てください。私たちは大体において他人から自分の癖や行動について文句を言われ続けているものである。人間はついこうした文句を無視したり、理屈をつけて拒否したりしがちである。そして自分の好きな暮らし方を続けるのだ。自分をダメにする癖や思い込みに人々が気づき始めている今でさえ、癖や行動を客観的に見るのはとても難しいことである。無自覚のコントロールドラマに終止符を打つには、心の安らぎの源を発見するために、問題の根源的な原因に焦点を当てることが必要なのである。そして初めて外的な要因に左右されない安らぎが得られるのだ。ここで私が言っているのは感情の浄化である。これは太古の昔から、例えば宗教家たちが何千年もの間指摘してきたことであり、最近はますます耳にすることが多くなっている。エネルギーを得るために私たちがお互いにどんなことをやり合っているか分かれば、次に私たちがすべきことは自分自身をよく見つめることである。そしてコントロールドラマを作り出している自分の思い込みや信念を明らかにすることと、内なるエネルギーに触れるために必要な新しい体験を発見することなのである。神秘体験という概念は1950年代に西欧社会でも多くの人々に意識されるようになり始めた。私たちはやっと今、神秘体験、覚醒や悟り、宇宙意識などと呼ばれているものの概念が広く受け入れられるところまで到達したのだ。そして神秘体験は私たちの新しい霊的気づきの必要かくべからず一部となっている。神秘との出会いをすべての人が体験できる現実のものとして私たちは受け入れ始めているのである。神秘体験への入り口の中で最も魅力的なものは聖なる場所や大自然の中で起こる意識の変容であろう。もちろんある意味では地球上のどの場所も聖地であり、意識の変容はどこでも起こり得る。しかし昔から神秘体験を引き起こしやすい特定の場所があることが証明されている。普通このような場所は外見からして特別な特徴を持っている。まず第一に信じられないほどに美しい滝や岩の柱など様々な風景のこともある。古代の人々のエネルギーを伝えている遺跡かもしれない。いずれにしろその荘厳な美しさや存在そのものが私たちの内なる意識を大きく浮揚させ広げてくれる。その場所を歩き回り、心をほんのちょっとだけオープンにすれば、私たちはいつもと違う自分、もっと本当の自分に近い自分を感じ始める。周りのすべて、ありとあらゆるすべてのものと一つになったように感じる。そしてそれは私たちを内なる安らぎと幸せ、知恵で満たしてくれるのだ。教示性に導かれて実際の神秘体験への第一歩を踏み出すと、私たちはこの旅を理屈で証明したいという誘惑を克服し始める。私たちが発見すべきものは、自分自身の意識を内側から拡大していくような、今まで感じたことのない霊的な体験なのだ。それは、自分は何者であるかという問いに新しい答えを与え、私たちの心を開かせてくれる。
その体験がどんなものかはっきりと知るのは、実際にそれを体験するまで待たなければならないのだが、しかし、今私たちに起こりつつあるこうした体験について一般的な基準もあるように思える。こうした基準は神秘体験が私たちに本当に起こっているのかどうか判断するために役立つのである。基準の一つは体が軽くなった感覚である。神秘体験をしている間は立ち上がったり歩いたりするとき、重力に逆らう感じではなく、体が軽くなったように感じる。まるで浮いているような気持ちになることもある。この現象は祈りや瞑想、踊りなどによって起こるすべての神秘体験に共通する現象のようである。ヨガのポーズをとっていたり、美しい風景の中を歩いたりしているとき、突然体の感覚が変わり始める。内側から溢れ出してくるエネルギーを感じ、筋肉の緊張やストレスが取れていく。この体が軽くなる感覚はまさしく神秘体験の一つの印である。自分で判断できる基準なのだ。神秘体験の基準のもう一つは、自分の周りにあるものとの距離に関するものである。突然あらゆるものが自分のずっと近くにあるように見始めるのだ。これはどんな場合でも起こることだが、特に遠くまで見晴らせる場所にいるとき、非常に顕著に感じられる。そのような場所では、遠くの空に浮かんでいる雲が急にはっきりと見え始める。特に関心を持っているわけではないのに、その雲は背景の一部ではなく、特別な形と存在感で私たちに迫ってくる。あたかも手を伸ばせば触れられるかのように感じられる。この状態になると、他のものもまたずっと近くに感じるようになる。このような感覚に伴って、すべてのものと一体化した感覚が訪れる。これも神秘体験の中の一般的な現象の一つである。人間は自らの内なる存在の源から切り離されているとき、不安と心配の中に生きなくてはならない。こうした不安に直面して人間はこれまで二つの方法で対処してきた。一つは活動的で豊かな文化を作り出して自分たちの不安を後ろに押しやり、不安に無感覚になることであった。もう一つ、個人のレベルでは他の人を受け身的にあるいは攻撃的に支配し、それによって相手から霊的なエネルギーを奪って自分の不安を解消するやり方である。人からエネルギーを奪えば一時的に満たされて安心できるからである。一般的なコントロールドラマはエネルギーを奪うためにほとんどの人たちが使っている方法である。しかしドラマが演じられるのは私たちが内なる源から切り離されてエネルギー不足に陥っているからだということを忘れてはならない。内なる神秘に心を開くことによってこの不安感は解消する。したがって安らぎの感覚と陶酔感はこの状態になっているか否かの重要な指標である。内なる神のエネルギーとつながったとき、私たちは人生は永遠であり、霊的なものであることを知る。私たちが一人一人宇宙の壮大な秩序の一部であるという実感から来るものなのだ。私たちは永遠の存在であるばかりでなく、愛され、仲間に入れられている。自分の内へと流れ込む幸福感と安心感に注目すれば、自分が安らぎを感じていることがわかる。私たちは愛の素晴らしい感覚に満たされるのだ。神秘体験は束の間の体験であり、始まったかと思うとあっという間に消えてしまう。その後、私たちは定期的に祈りや瞑想などの練習を行って陶酔感に立ち戻り、その感覚を自分の中に定着させていかなければならない。この内なるエネルギーと安らぎを十分に確保しない限り、私たちは出会う相手や自分自身のコントロールドラマから完全に抜け出すことはできない。これは神秘体験だけが私たちに与えることができるのである。私たち一人一人が自分でこうした指標を毎日の生活の一部にするしかないということを忘れてはいけないと思う。神秘体験の後、私たちは
それを自分自身に統合するために努力しなければならないのだ。このような意識レベルを持つ人々のそばにいると、愛に満たされた意識を思い出すことができるのも事実であるが、自分の生活の中にこうした指標を高めていくためには、その源に立ち戻るより他ないのである。自分で体験したエネルギーとのつながりを維持する努力を続けていると、私たちは意識の次の段階へと歩み始める。そして、偶然の一致がそれまでよりも頻繁に起こり始めたことに気づく。なぜならば、今私たちは自分の運命の道筋をよりはっきりと意識するようになったからである。一度神秘体験を味わい、霊的なエネルギーの大きな流れと内なる安らぎに出会うと、大きく深い動きが起こり始める。そして、利己的な不安定な行動がなくなって、観察者の視点から物事を見るようになる。自分が神の創造物のすべてと同じものであると知った今、新たな客観性を持った目で、社会的存在としての自分を見ることができるようになるのだ。この観点から初めて見えてくるものの一つは、ストレスを受けている時の自分自身の行動や反応である。私たちは初めて自分のコントロールドラマをはっきりと見ることができるようになる。相手に罪悪感を持たせる犠牲者、よそよそしい傍観者、批判的な尋問者、恐怖を与える脅迫者のどれかを自分の中に見るのだ。それがどれであれ、他人のエネルギーを支配する自分のやり方にはっきりと気づくという体験をするのである。ここで一つ疑問が生ずる。こうしたコントロールドラマはどこで始まったのだろうか。それに対して私たちは何ができるのだろうか。家族、特に両親は世の中に対する私たちの最初の姿勢を形成する存在である。両親がいない場合は世話をしてくれる人がその役割を果たす。これらの人々は世の中とはどんなところか私たちに教え込み、私たちは彼らの態度や行動を真似して育っていく。世話をしてくれる人が与えるものを与えず、コントロールドラマのままに動いていると、私たちは愛とエネルギーをほとんどもらうことができない。これはよくあることなのだ。両親によっては、無意識に子供たちのエネルギーを吸い取って、子供たちにエネルギーを取り戻すためのコントロールドラマを作り出させてしまうこともある。例えば、犠牲者は子供に十分に手伝わないと文句を言ったり、時には自分の問題を子供のせいにして、お前がいなければ私はもっと仕事を続けられたのに、などということさえある。傍観者の親はよそよそしく、条件付きの愛しか与えない。尋問者は絶えず欠点を見つけては叱りつける。そして脅迫者は恐怖におののく雰囲気を作り出す。子供である私たちは最初はこの親のドラマにはまってしまい、エネルギーを吸い取られてしまう。しかしある時点になると防衛本能が刺激されて、エネルギーの喪失を止めるための防衛手段を発達させ始める。犠牲者と傍観者に対しては、普通子供は尋問者の立場を発達させる。尋問者に対しては逆に尋問者となって問い詰めるか、傍観者の無関心の仮面をかぶろうとする。私たちは今、さらに進化するために努力している。幼い頃の家族間の関係や行動をはっきりと見つめた後は、それがいかに辛いものだったにせよ、恨んだり憎んだりすることは避けなければならない。いつか私たちは死後の世界の次元から自分の人生に起こったことを見るようになり、生まれてきた環境も自分が選んだものであることがわかるようになる。自分の人生をまさにその環境で始めたかったことがわかるのだ。許す。そのことだけが何回も繰り返している無駄なドラマに終止符を打つことができるのだ。さらに完全に自由になるには、許しを表現し、相手に示す必要があると思う。別にその相手と会いたくなければ、手紙を書くという作業でもいい。過去を締めくくって新しい人生を始めるために空気をきれいにするのだ。許しは
私たちが獲得したばかりの観察者としての意識をさらに強化する。許しで大切なことは、すべての人がその時その人にできた最高のことをしたのだということを認めるということなのである。ここまで来ると、コントロールドラマを効果的に手放すことができるようになる。いつものドラマに自分を押し込めていた過去に対する姿勢を克服すれば、私たちは霊的な自分を完成させて、社会に規制された自己を捨て去ることができるのだ。この意識状態になると、起こってくることを客観的に、しかも愛する気持ちを持って信頼して見守るようになる。偶然の一致のメッセージを理解し、それに従うことは容易になり、どんなストレスの強い状況でも注意深くいられるようになる。次のような状況を考えてみよう。突然誰かがやってきて何かを行い、自動的に私たちをコントロールドラマに突き落とす。私たちが陥ったコントロールドラマが尋問者のドラマだとすれば、その人は私たちに過去に出会った傍観者か犠牲者を思い出させたのだろう。それで私たちは昔と同じ尋問者のドラマに陥ったのだ。相手の決定に目が行き、それを攻撃して彼を混乱させ、その反応によって自分のエネルギーを奪われないように防御するのだ。その瞬間、私たちは自分の大いなる立場を外れて、他人のエネルギーを必要とする不安定な立場へと戻っている。このような無意識の自己防衛の回数を減らしていき、最終的に完全にやめるためには、自分の行為に早く気づかなければならない。瞑想や祈りを行うことも役に立つだろう。自分のやっていることが常にわかるようになれば、私たちは自分の癖を克服し、コントロールドラマが始まる前にそれをやめて、大いなる自己の観察者の立場にいられるようになるのだ。ほとんどの教授的メッセージは他の人から伝えられる。有名な言葉に次のようなものがある。生徒に用意ができたとき、先生が現れる。これを現代風に言い換えれば、私たちが心を開き、注意深くなれば誰かが現れて、その時に必要なことを教えてくれる。情報を受け取る鍵は、こうした出会いを常に探し求めることである。この教授的な偶然の出会いはいつ起こるとも限らない。しかし、私たちが自分の方から働きかける気がなければ、普通は何も起こりはしない。もし、人と教授的な出会いをしたことに気づいたとしても、すぐに必要なメッセージが表面に現れてこないとき、どうすればいいのだろうか。まず第一に、自分の中へ入っていき、愛や周りとの一体感に焦点を当てて、自分のエネルギーレベルを上げる努力をすべきである。この高いエネルギーの状態から、私たちは新鮮な目で相手を見ることができるようになる。もし相手のコントロールドラマに遭遇したときは、その人に完全に意識を向けて愛のエネルギーを送ればいい。それはその人の大いなる自己に霊的なエネルギーを送っているのである。それによって彼はコントロールドラマから来る堅くなな思い込みを和らげることができるようになるのだ。自分が出会う人々は皆脅迫者とかバカだとか無関心だと思っていると、そうした表情を相手の顔に見てしまう。その相手も自分自身をそんな風に感じ始め、そしてその相手もあなた自身をそんな風に感じ始めてしまう。宇宙は私たちの意志に反応する。私たちの思いや信念は祈りと同じように世界中に放射していき、周りのものは私たちに望み通りのものを与えようとする。大切なことはエネルギーを常に高く保ち、意志の力を肯定的な方向に使うことである。どのようにこれを行えばいいのだろうか。その答えは、心を完全に開き、相手の顔全体に焦点を当てるということである。話している相手をじっと見つめていると、その人の大いなる自己が見え始める。相手の大いなる存在に向かって愛を送りながら話しかけると、その人は大いなる自己の意識レベルに達するのだ。これが
他人をエネルギーで満たし、その意識状態を高めるプロセスである。私たちはこのプロセスを意識的に行うことができる。何千年も前からお互いに愛し合うことが大切であり、そうすれば人は変わり得るということを私たちは知っていた。そして今、私たちは愛の送り方を学び、生活に生かしつつあるのだ。人を愛するということは感じよく振る舞うことではない。人の愛し方には心理的方式があり、意志と集中力を持ってそれを行わなければならない。しかもこのプロセスは完全に利己的なものである。なぜなら、このやり方を実行すると必ず自分が与えた以上のものをその出会いから得るからである。そしてもう一つの利点は、私たち自身のエネルギーレベルが上がるということである。相手に愛のエネルギーを送るとき、私たちは宇宙の源のエネルギーの通路となっている。水がいっぱいになって外へと溢れ出ているカップのようなものである。自分が宇宙の源のエネルギーから切り離されたと感じたときに、そのつながりを取り戻す一番の早道は、誰か他の人にエネルギーを送って、その人の意識を高めることなのだ。新しい人間関係を考える場合、男女の恋愛関係をどう追求すべきかという問題以上に緊急を要するものはないだろう。どうすれば恋愛関係を長く続けることができるのだろうか。なぜ二人の愛が終わりを告げ、権力闘争へと発展することが多いのだろうか。普通、恋愛は簡単に始まる。周りを見回してドキッとする。目の前に理想の人がいたのだ。一言言葉を交わしただけでそれが本当と分かり、今までの片思いとは違って、今度の恋は本物みたいだ。この素晴らしい感覚。愛が湧き上がり、情熱的なデートを続ける。充実感を感じて、自分の見失っていた一部を発見した。人生を生きるに値するものにしてくれた人に出会ったとさえ思ったりする。そして何かが起こる。ある日振り返ってみると、何かおかしいのに気づく。二人の関係が始まった時に感じた愛情を相手がもうくれなくなったのだ。さらに自分が本当に必要としている愛情を相手が一度も与えてくれなかったことにやっと気がついたりする。それと同時に相手もまた自分の欠点を見つけては様々な不安を自分に対して抱いていることがわかる。二人とも自分を守ろうとし始め、典型的な権力闘争がいよいよ開始される。新しい霊的意識の観点からは何が起こっているのかははっきりしている。愛が終わり、権力闘争へと移行したのだ。二人とも内なるエネルギーの源とのつながりからではなく、相手からエネルギーをもらおうとし始めたのである。最初に愛し合って一緒になるとき、私たちは互いのエネルギーを統合させ、完全に満たされた感覚を味わう。相手は満足感を与えてくれる。二人の関係が進むにつれ、恋に落ちた時の感覚が薄れ始める。互いに相手に投影していた自分の理想的なイメージに相手がほど遠いことが分かったのである。ある場合には相手にひどく失望してすぐに別れて、自分を失望させない夢の恋人を探そうという計画を立てる人もいる。このような人は同じことをまた繰り返すだけだ。逆にずっと一緒にいるのだが、コントロールドラマを繰り返しているカップルもある。しかし今、私たちの意識が拡大しているため、他の選択もできるようになった。問題の根本であるエネルギーの取り入れ方を学ぶことによって、私たちは自分の行動を選択できるのである。宇宙の神聖なるエネルギーは、女性と男性の二つの性格を持っている。私たちが完全な意識に達するためには、大いなる自己の女性性と男性性の両方の側面に気づき、両者を統合しなければならない。男性の場合、聖なるエネルギーとつながるためには、自分の中にある女性の慈しみのエネルギーを見つけ出して育てることが必要である。女性の場合は、自分の中にある男性性、保護者、危険を冒す者としてのエネルギーを見つけ出さなければならない。
この事実を心に留めて男女間の権力闘争を見てみよう。二人の人間が出会って恋に落ちるとき、二人は実際にエネルギーの場を合体させて、互いに自分に欠けている部分を補い合う。そして二人はそのエネルギーに依存し始めるのだ。しかし、二人の関係が進展するにつれ、それぞれ相手に疑問を持ち始め、エネルギーレベルが低下する。すると、二人とも自分のコントロールドラマに後戻りして、エネルギーを取り戻そうとする。長く続く関係を作り上げたいのであれば、恋愛をする前に、それにまつわるエネルギーの動きを理解しなければならない。私たちは男女関係を築くその前に、まず自分の中に異性のエネルギーを見つけ出す必要があるのだ。自分の中の男性性と女性性のバランスが取れるようになることは、大人になるための大切な通過儀礼の一つと言ってもいいほど大切なことなのだ。精神的、内面的に完成しないうちは、質的に高い男女関係を持つことはできないのである。男性性と女性性のバランスが取れるようになったかどうかは、どうすればわかるのだろうか。尺度の一つは、一人で住んでいても穏やかでやる気があるかどうかだと思う。時には自分一人で遊びや食事に出かけて、恋人と一緒の時と同じように楽しめるかどうかも大切である。そうなって初めて真の恋愛関係が可能になる。自分のエネルギーをどこか他のところに求めている限り、私たちは権力闘争そのものの男女関係に陥ってしまうだろう。もしあなたがまだ独身であれば、異性が依存を求めて近づいてくるだろう。その時、次から次へ相手を変えていては何も得ることはできない。権力闘争となる恋愛関係に陥らないように抵抗することによってのみ、よりふさわしいソウルメイトを見つけるためのエネルギーを得ることができるのである。私たちは死後の世界の次元について知れば知るほど私たちの地上での人生は輝きを増していく。偶然の出会いはそのどれもが大きな意味を持っている。私たちは皆使命を持って地球上にやってきた。そして行くべきところに導かれるとき、必要な情報を与えられるとき、誰かにエネルギーを送るとき、そのどれもがすでに決められていたように感じる。私たちはどこかでそうなっていることを覚えているからだ。最も重要な課題は、こうした瞬間をどれくらい気づくことができるかである。それも今すぐに。なぜならば、私たちの旅は今、すべてを思い出すところに差し掛かっているからである。霊的な存在として自分は何者なのだろうか。どうして自分はここにいるのだろうか。これから先、自分はどこへ行くのだろうか。私たちは今、こうしたことを思い出し始めているのだ。